16分の 5？ 4分の1じゃないのか。スイッチを切るとゼロ気圧に戻っちゃう。漏れてますね。冷たい風が出てこない。なんか割れてますね。割れてる？溶けてるんじゃないか。なんとかできた。前回エアコンのコンプレッサーを交換しましたので、今回真空引きとエアコンのガスを入れていく作業ですね。マニホールドゲージのクイックカプラーがはまらないっていう問題っていうか、これは仕様なのでしょうがないですけどあって、変換のアダプターですね。16分の 5？ 4分の1じゃないのか。16分の5から4分の1に変換するアダプター別途購入しました。メーカーは合わせてます。ハイプレッシャーとロープレッシャー、今00ですね。簡易的にこの辺りでやっていきます。H っていうのがハイプレッシャー、高圧ですね。L 低圧のキャップをで、マニホールドゲージの高圧赤、高圧低圧大きさが違うので間違いないと思います。低圧がOK ですね。黄色は上ですね。真空ポンプのとこ、真空ポンプにつける。あとは真空ポンプのスイッチを入れて、ハイとローのバルブを開けるっていう手順ですね。これで真空引きが始まります。スイッチオンで、バルブ開けてきます。今真空引きしてるところですね。で、ゲージが0から少し下がってマイナスに触れてるのがわかるかと思います。この状態で、軽自動車は約15分っていうことで、普通車ですと20分とかって言ってるんですけれども、低圧ローの方ですね、こちらがマイナスに触れるゲージが止まれば、だいたい真空引きできてるなっていうことになりますね。 OK Google、 15分のタイマーかけて。はい。
真空タンクから白い煙が出てますけれども、これは、引いてきた空気にオイルが混ざって、これオイルミストっていうらしいんですけど、これ正常な動作ですね。ゼロになっちゃうな。リークしてますね。気密性がないっていうことです。マイナス15ぐらい引けてますね。でもそこから進まないみたいです。マイナス15ぐらい引けたっていう感じですけど、これでスイッチを切るとゼロ気圧に戻っちゃう。気密されてないっていうことですね。どっかでガス漏れしてますね。一回閉めときます。入るかどうか、高圧からガスチャージしてみたいと思うかどうかの話があるんですけど、閉めといて、高圧から入れるんで液化なので逆さまでピンになってきます。パージティってまずこの中に空気が入ってるんで、その空気を出してやる必要があります。このピンを押して空気を出していく。高圧の方から入れてみます。液化なんで缶は逆さまですね。漏れてるじゃん。ロープレッシャーのここから漏れてますね。つなぎ目ダメだこれ。この敷地内にあるんですけれども、はい、ごめんなさい、ちょっと分かりにくいところにございますので、はい、ご案内いたしますね。じゃあ財布持ってきます。承知いたします。低圧高圧のオーリングで77円でしたね。見る限り社外品でついてきたオーリングと全然違う、太さが違いますもんね。これで直ってくれれば御の字です。ということで家に向かいましょう。まず社外品についてた、プレッシャーホースのオーリング、こちらから漏れてるのでこちらを交換していきます。購入したのがこれですね、オーリング。これ大きい方と小さい方、小さい方が高圧ですね。で大きい方が低圧になります。低圧高圧っていうのは書いてないのかな。型番の違いだけで低圧高圧書いてないですね。こういう部品がスッと出てくる、スッとっていうか、ある程度年式が古くても出てくるっていうのはやはりメーカーさんっていうますかね。ここについてるオーリングですね。これ
これを変えていきますね。で漏れてるの低圧なんですけど、一応高圧も変えていきます。これ差し込んだ時の引っかかりっちゅうか全くないんですよね、こっち。社外品とはいえまさかこれが原因であってくれればっていう話なんですけど、交換して不具合って言ったらちょっと悲しいですね。見た感じもなんか違いますもんね、太さが。これが社外品、これが純正品。太さ違うのが分かりますかね。これがディーラーからもらったやつで、これが社外。もう見るからに太さが違うんで、これっていうことは厚みも違うんだよな。これを変えてどうなるかっていうところで、一応これは低圧側なんですけど、高圧側も一緒に変えていきます。違う、高圧側ですね。はまり込み方が全く違いますね。これで治ってくれればありがたいのです。真空引きができるかですね。閉めときます。で、低圧ホースをロープレッシャー、低圧にスイッチ、今00でスイッチオンします。で、高圧低圧のバルブを開放。引けますね。マイナス30まで行きました。前回マイナス15までしか引けなかったんで、これで15分ほど、軽自動車は15分ということなので15分ほど待ってみたいと思います。じゃあ15分 OK。 Google 15分のタイマーかけて。1時間45分ですね。なんでではスタート。発音が悪いのかな。閉めます。ハイプレッシャー、ロープレッシャーでポンプ止めます。これで戻らなければいいので、今マイナス30ですね。10分から15分待ちましょうか。15分経過しましたが、高圧も低圧もマイナス30マイナス30で一応気密が保たれてるような感じですね。なんとなく。次に、ガス入れてきます。HFC134A ですね。これが 200g
が2本、3本セットなんですけど1本、使っちゃいましたので、漏れを検知、どこが漏れてるかを確認するのに使っちゃいましたんで2本です。で、蛍光剤入りのオイル、エアコンオイルです。これが、50g でしたね、確か。なんかどこに書いてあるかわかんないですけど、これ50g で買いました。で1本を高圧でまずエアコンガス入れて、蛍光剤入れて、最後、低圧から、ガス入れていきます。でガスを入れるにあたってホースを外し、これですね、一番底まで締めて、でこの中に、ピンが入ってる、ピンっていうか、入ってるんですけども、そちらが閉まってることを確認して取り付けます。でこれネジでくるくる回すタイプじゃないので、引っ掛けて締める。この状態ですね。で、これを回して先っぽ、ガスが漏れないように、ゴムを押し当てるっていうタイプのものです。ここで缶に穴開けてきます。ここにピンが入ってるんで、まずこれで差し込みますね。今穴が開いた状態で戻します。これでガスが噴き出す準備が整いましたと。でまだこの黄色いホースの中に、空気が入ってるんで、その空気を出します。でパージっていうんですけど、パージしていきますね。これで、このホースの中も空気が抜けて冷媒ガスが充満した状態ですね。でこれでハイプレッシャーを開けていきます。ハイから入れます。で液化したガスを入れたいんで、缶は逆さまですね。見えますかね。入っていきました。缶は振らないですね。空っぽになったみたいで、一旦ハイプレッシャー閉じます。で次エアコンのオイルですね。こちらを入れていきます。蛍光剤入りなので、ガスが漏れてればどこから漏れたのかっていうのが蛍光剤でわかるっていうものです。こちらはロープレッシャーから入れてきます。でローからもうガスが、200入ってるので、ロープレッシャーからは、エンジンかけた状態で入れてきます。まずとりあえずエンジンかけましょう。でマグネットクラッチが入れば OK ですね。あれ鍵が、エアコンの風量を最大、冷房、AC オンで内気にします。クラッチ入ってるかな。この状態でエアコンオイル入れてきます。穴開けます。
これで穴が開いたので戻す。でパージします。これで OK でロープレッシャーから入れていきます。全部入りましたね。ローを止めます。で最後入れていきます。で穴開け状態でパージですね。でロープレッシャー開けます。ちょっとエンジンの近くで温めながら入れてますけど。口負けちゃった。で高圧が熱くなってるんで蛍光剤が飛び散ったんで、次なんか不具合があった時に蛍光剤がついてると判断できないんで、風量マックスで冷房で内気でエアコンオン。冷たい風が出てこないですね。冷たい風が出てこない。ということで、見えますかね。エアコンのプーリーは回ってるんですが、マグネットクラッチが回ってない、マグネットクラッチが入ってないっていう状態です。っていうことはコンプレッサーが、このコンプレッサーが悪いのか、まああとそもそも電源が 12V 来てないのか、まずコンプレッサーを疑ってみましょう。
マグネットクラッチが入らない原因はコンプレッサーが原因なのかっていうことで、コネクターを取ります。で、強制的に12ボルト流してみたいと思います。これでカチッと音がすればコンプレッサー OK ですけど、コンプレッサー正常。念のためこちらの取り外したコンプレッサーですね、こちらもそもそも壊れてたのか、カチって言わないですね。これは完全にマグネットクラッチ入らない状態。もう壊れてました。これでこいつに12ボルト来てるかどうか。12ボルト来てないです。ということでリレーかな、このままはめてみます。カチッてコンプレッサーが入るか。入らないですね。マグネットクラッチが入らない状態です。内張り剥がしが見当たらないんで、ここにリレーが確か2番目だったかな。調べたら1234123ということで、ここから1231234なんか割れてますね。割れてる？溶けてるんじゃないかな。溶けてる。割れてる。ここがコンプレッサーのリレーで、調べたらここがエンジンルームのクーリングファンのリレーということで、中身が一緒らしいので、リレーを、クーリングファンのリレーをこちらにつけていきたいと思います。で、こちらクーリングファンのリレーっていうことで、クーリングファン、以前の動画でもアップしたんですけれども、うるさいっていう問題で外しちゃったんで、これを入れ替えて、このリレーを入れ替えていきたいなとコ
コンプレッサーが動くかっていう話ですけれども、これで動けばリレーが悪かったということで、じゃあエアコンつけていきましょう。ファンをマックスで、内気冷房で AC、エアコンスイッチオン。今マグネットクラッチのカチッっていう音しましたね。見えますかね。マグネットクラッチ回りましたね。冷房が出てれば、冷たい風出てます。なんと久しぶりの冷房ですね。なんとかできた。ということで、ガスが規定量入ってるかどうかいろいろゴノゴノやってて、ガス放出したりしてましたからね。低圧、このゲージが、PSI で表示する、単位が PSI で表示するゲージで、低圧が60ちょっと60ですかね。で高圧が、97、8っていうところでしょうか。じゃあエンジンかけてきます。基準値が、高圧が 188.5 から232、低圧が 21.75 から 36.25、低圧は基準値に入ってて、高圧が 188.5 から 232psiが目安となっているので、ちょっと若干低いですね。なんかゴニョゴニョやってて、ガスが若干低いんですけど、これ 200g 入るかどうかだよね。ちょっとガス圧の方はちょっと悩ましいところを指してますけれども、もう1本入るかな、入らなさそうな感じですけど、若干低い。なんかゴニョゴニョゴニョやってて、ガス噴出してましたので、一応冷えてますんで、冷えてるんで、どうしようか。入れますか。